どうも、ボタニカリスティクスです。今日は、この前アフリカンプリンス紹介しましたけど、あれに引き続いて今日もフィカスの紹介ということでね、今日はね、ベンガレンシス紹介したいなと思ってます。ちょっと前にフィカス診断っていう動画撮ったんですけど、で、そこでね、ベンガレンシス、ちょっとね、さらっと流しちゃったんですよ。いろんなフィカスあるよね、みたいな一つ一つね、ご紹介していく中で、ベンガレンシスをね、もう分かってるよねみたいな感じでさっと。で、なんかちょっとね、あれ、後味悪かったんですよね。で、ベンガレンシス、なんて言うんだろうな。ね、私もっと頑張ってんだからもうちょっと見てよっていう声がね、なんかね、聞こえてね、そうだよなと思って、ちょっと当たり前になっちゃってたなと思って、手のかからない子じゃないけど、なんかそんな感じだったんで、ちゃんとね、ここでね、スポットライト当ててあげて、紹介してあげようと思って。みんな、どうでしょうかね。僕ね、まだまだど素人だけど、もっともっとね、なんか本当にまだ、ピカスなんちゃらとか、そんなのわからない時代、もうね、それこそね、鼻水垂らしてね、なんかその、道端のなんかそのクズのハブみたいなのが、野生のウンベラータだとかね、ちょっと純粋に言っちゃってたような、なんかそんなぐらい、もうちょっとその素人だった時、あんまりわからなかった時、で、あの時期にお店で見たベンガレンシスってめちゃくちゃ輝いてなかったですか？やっぱりね、ちょっと初心に帰ってね、ちゃんといいものはいいと、ちゃんとね、感じないといけないなと、僕は思ってね、実際本当にちょっとね、当たり前になってきちゃって、ちょっといけないなと思ってたんだよね。これ思い出補正じゃないよ。ちゃんとね、純粋に、やっぱり立ち返ってみていいよねっていうのを、ちょっとここで再確認しておきたいなっていう、そういう気持ちもありますね。ベンガレンシスって、インドとか、バングラデシュのベンガル地方っていうのがあって、あそこおそらく、原産なんだね。で、そこに自生してた木だと思うんだ。それで、ベンガレンシスっていう名前は、そのベンガル地方の、ベンガルが、由来になってるんだね。ベンガルって横須賀のカレー屋さんのベンガルも、そのベンガレンシスでしょうけど、特にね、その宗教にやっぱり根付いてるんですよ。昔からこの地方にずっとあるっていうんでね。ヒンドゥー教だったかな。ブラフマンの化身とか確かそんな風に言われている木だったとか思うんだよね。なんかベンガレンシスのいろんなね、歴史とかをね、調べていくと、出てくると思うんだけど、その辺のね、村でもね、どこでもシンボルツリーとか、そういうんでね、こう、お寺とかそういうところに植えられてたとか、あとはなんか、植民地時代はなんか処刑台に使われてたとか、なんかね、いろんなね、エピソード出てくると思うんだけど、ただね、エピソードって言ったらやっぱり、なんかテレビとかで見たことあるかな、ティマンマ・マリマスティマンマ・マリマヌティマンマ・マリマヌ。俺、ちょっとイントネーション合ってるかどうかわからないんだけど、それ何なのかっていうと、南インドの方にあるめっちゃくちゃでっかい木なのにね、これ表現合ってんのって話なんだけども、面積が19,000平米約2万弱ぐらいある。とんでもない木があるんだよね。で、それすげえとか言ってギネスだかなんか載ってんのかわかんないけど、でかいみたいなんで、世界丸見えみたいなんで紹介されたりしてたと思うんだけど、あれがね、実はね、ベンガレンシスだったっていう。フィカス知るようになってっていうか、ね、それを見たとき、ベンガレンシスなんて知らないから、まさかと思ってね、こんなね、洗練されたこんな葉っぱがあんなでかいになるんだって思っちゃったりしてね。うちにいるベンガレンシス、ちょっとね、紹介したいと思うんですよ。こいつね、見て、この幹とかね、この葉っぱとか。で、事前にね、アフリカンプリンスのこともあったんでね、事前に撮っときました。ちょっとこのままね、重ねちゃおうかな。この葉っぱとかがね、ふさふさしてて、で、これね、肝があるんですよね。ふわふわしてるんですけど。で、これね、よくお店とかでね、リーフクリーンやりすぎてるベンガルとかはね、もうここ実はツルツルになっちゃってたりするんだよね。あれ、ベンガルレンシスらしくないなぁなんて思ったりするんだけど、なんかこのポワポワしてる感じ、このベルベットとか、エベレストとか、あそこまでじゃないんだよね。もしかしたらロイぐらいの感じかな。ロイもこのぐらいふわふわしてるよね。で、この丸い葉っぱも可愛いし、可愛いっていうのは失礼だね。でもかっこいい。なんか清潔感がある。で、清潔感といったらこの幹ね。この白い幹はやっぱりかなり清潔感があって、洗練された感じ。いいよね。全体的にいいよね。この葉っぱのベールに包まれたなんか淡い緑色と、このさっさ感、毛並み、あとこの幹の清潔感。で、なんかもう洗練された植物って感じ。ですね。はい。そんな感じです。どうですかベンガレンシス。あとね、これ有名な話だけども、締め殺しの木って言われてたりするんですよ。こんなね、洗練された綺麗なベンガルなんだけど、
実はちょっと怖い部分もあって、で、ガジュマルとかアコウとかもそうなんですけど、着生植物っていうのね、他のね、木にくっついて土に根を張らないで、ここでね、ぐじゃーってですね、その木をね、締め殺しちゃうみたいな。そこで自生して、そのね、乗っかられたね、方の木もね、死んじゃうみたいな。まあそういうね、ちょっと強い植物。ちょっと時期だったらね、5月頭ぐらいとか見頃だったと思うんですけど、富士、結構ね、野生の富士をね、結構たくさん山でね、見てきましたけど、なんか写真あったらちょっと載せるとは思うけど、あの感じですよね。富士の花も木に、まあ、あれは着生植物じゃなくて、まあ、つる性植物ではあるけども、あれもね、締め殺しちゃうんですよね。そう。ああいう感じでね、ベンガレンシスも、この木がね、着生して、で、締め殺しちゃうなんてちょっと考えるとすごいよね。自生している、まあ、野生のベンガルとかは、まあそうなんでしょうね。ちょっと日本で見ることはできないんだけども、まあどうでしょう。まあこんな感じで、ちょっとフィカス紹介。まあちょっと、なんだろうな。まあ、軽い感じですけど、まあフィカスの一般的な話と、まあうちにいるフィカスの紹介。まあ僕が好きなフィカスをただ紹介してるだけなんだけどね。こんな感じのね、動画もちょっと今後もね、続けていきたいなと思います。じゃあ今日はこんなところで、また。